ハンドメイドきよちゃんです。今回はこちらのバケットハットを紹介します。綿糸でとても軽くできました。レディースの M サイズと S サイズ2つの帽子が編めましたが、出来上がりサイズの重さが M サイズが 58g で S サイズが 46g でした。このようにテクノロードというプラスチックの針金を編みくるんでいますので、手で自由に形を変えることができます。こちら S サイズの帽子ですが、ブリム、つばのところだけ針金を入れています。M サイズの方は頭のトップにもテクノロードを編みくるみました。トップの平らな部分がしっかり出るかなと思いましたが、さほどでもなかったので、こちらは入れなかったんですけど、お好みでお編みください。今一周しましたが、段の境目もわからないように編んだので、出来上がりも綺麗です。サイズは M サイズがトップの直径が 17.5 センチから18センチ。サイドの深さが10センチ、つばの幅が 3.5 センチ、S サイズの直径は16センチ、深さが 9.5 センチ、つばの幅が3センチになりました。では、糸から紹介していきます。チャンネル登録まだの方は登録をお願いします。今回使用した糸は、京都の手編みのお店フースさんより新作糸ができたので編んでみてと送っていただいたスタンダードコットンのソフトというこちらの糸です。3つ前の動画で色違いのレタスグリーンでストールを編ませてもらいました。こちらも一巻きで完成ですので、よかったらご覧ください。コットン 100% の糸ですが、軽くて柔らかな、いい意味でコットン 100% っぽくない仕上がりになっています。よりは甘いので優しく扱った方がいいです。玉巻き機で巻き直すか、ヤーンホルダーを使用してお編みください。こちらの色はカスタードです。6種類以上色の種類があったので、興味のある方はぜひ概要欄からフースさんにお入りください。では編んでいきます。M サイズで編んだものを紹介していきます。3.0 ミリの5号針を使用します。サイドで少し4号針に変えます。輪の作り目から編んでいきます。輪に針を通して糸を引き出して鎖を2目で立ち上がります。これは中長編みの1目分になります。鎖の2目目にマーカーをしておきます。針に糸をかけて糸を引き出して中長を編んでいきます。これで3目目、4目目、5目目、6目目。これで糸を引っ張って動いた方からこのように引っ張って輪を絞っていきます。そしたらいつもだったらこのマーカーを取って糸を引き抜くんですけど、そのまま中長を編んでいきます。2段目に入ります。その時にこのテクノロードを一緒に編みくるんでいきます。この作り方はまた概要欄からご覧ください。糸を引き出して中長を編みます。で、1目の中に2回ずつ中長を編み入れていきます。最初の目にマーカーをしておきます。針に入れてこのように一緒にテクノロードを編みくるんでいきます。隣の目に針を入れて
中長、同じ目に針を入れて中長、これで2段目編んできました。3段目も同じように1目の中に2目ずつ編み入れていきます。マーカーが忘れるとどこ編んでるかわかんなくなってしまうので、必ず、段の境目のマーカーは入れるようにしてください。はい、このように2目ずつ編んでいきます。4段目は1目おきに増し目をしていきます。1目目は中長を1目編んで、次の目に中長を2回編みます。もう一つ同じ目に中長をこのように編みます。次は1目中長、次の目に中長を2回。この編み方で編んでいきます。5段目は48目中長を編み入れます。2目おきに増し目をしていきます。1、もう1目、普通に中長を1目ずつ編みます。そしたら3目目に増し目、中長を2回編みます。同じ目に中長を編みます。これを繰り返していきます。6段目は60目編んでいきます。3目おきに増し目をしていきます。この段のところ、境目の最初のマーカーは忘れずに編んでください。これで1目ずつ3目編みました。そしたら4目目が増し目になります。1目の中に2回編みます。はい。7段目は5目おきに増し目になります。70目編み入れていきます。中長編みを普通に5目編んだら6目目に増し目をします。2、3、4、5編んだら6目目に針を入れて2目編み入れます。8段目は増し目がありません。1目ずつ編み入れてください。9段目は80目編みます。増し目を最初と最後で2つに分けて編みます。最初に2目普通に中長を編んで、その後6目おきに増し目をしていきます。これで1目、2目、1目ずつ2目編みました。そしたらこの3目目で1回増し目をします。そしてあとは6目おきに増し目していきます。1、2、3、4、5、6目編んだら次7目目に増し目をしていきます。これを繰り返していきます。次からは6目おきに増し目をしていきます。9段目の最後に来ました。6目おきに増し目をして、あと残りが4目になります。最初に2目、中長を編んでますので、最後は4目目が残っている形になります。10段目は増し目がありませんので、80目
中長を編んでいきます。トップ12段目の最後のところです。増し目が終わって残り5目のところで編み地をしっかり整えてから一旦テクノロートを編み留めます。このように入れて平らにして、そしてチューブを入れて芯を曲げてドライヤーでこのチューブを収縮させて輪を止めます。編み始めと同じように針金に輪を作ります。そして、最後の1目はこの輪に針を入れて、一緒に編みます。ちゃんと針が輪に入るか確かめてからチューブを収縮させます。このように12段目の最後の100目目に輪で編み留めてトップが終わりました。形を整えて、これからサイドに入ります。サイドは中長編みを2回編み入れます。1、同じ目に2目目を入れて、段の境目がわからなくならないように引き続きマーカーを必ず入れていきます。トップとの境目もわかるように段数マーカーもつけます。1目飛ばして2回中長編みを編みます。1目飛ばして2目目に中長を2回。はい、1周編んできました。2回編み入れて1目残して1段終わる形になりますが、1周が98目なのであと2目足りないので、この最初の目に中長を2目編み入れて、これで100目にして1段を終えるようにします。2段目からはこの穴のところに側に針を入れて中長2目を編み入れていきます。数をしっかり数えながら1段100目ずつ編み入れていきます。マーカーも忘れずにつけてください。サイドの2段目の最後に来ました。このように側に2目ずつ編んできました。サイドの3段目から11段目まではそのまま5号針で、その後12段目から17段目までは4号針に針を変えてお編みください。そのまま5号針で編んだら緩かったのでそうしました。サイドの17段目が編み終えました。そしたら5号針にまた針を変えます。ブリムは細編みで編んでいきます。目を詰めて編みたいので細編みにしました。1段目は1目ずつ細編みを編み入れていきます。100目細編みを編んでいきます。この時にまたテクノロートを編みくるんで一緒に編んでいきます。このように輪にしました。針に入れて一緒にこのように
細編みを編んでいきます。1目ずつ目を拾ってお編みください。サイドとブリムの境目の段数マーカーも忘れずにつけてください。2段目からは細編みで増し目を編んでいきます。この表の通りに編んでいってください。2段目は4目おきに増し目をしますので20目増えます。3段目以降は12目ずつ増えていきます。6段目と8段目は増し目なく編んでいきます。8段目の最後に来ました。最後も輪に針を入れて編み留めて、これで終わります。糸を引き出して糸端の始末分だけ残してカットします。とじ針に糸を通して最初の目に糸を通して最後の目に糸を刺して一緒にこのテクノロートの輪に入れて輪をすくいながらこのように隠すように始末していきます。そしたらいつもと同じように、裏側に縫い付けて糸端を始末していきます。これで完成しました。中心の最初の編み始めの糸端も同様に始末します。この輪に沿って中心、ちょっと切れちゃいました。はい。この中心の周りに縫い付けて糸端の始末をします。これで最後にスチームを当てて形を整えて完成になります。糸がまだこんだけ残っているので S サイズの帽子をもう一つ編みました。このように完成しました。向かって左側が M サイズ、こちらが M サイズ、こちらが S サイズになります。S サイズの方はトップのところテクノロートを編み入れてないのでちょっとくたっとした感じになっています。違いがわかるでしょうか。どちらでもいいと思います。かぶった感じはあまりトップの形に変化はないような感じがするんですけど、どちらお好みで編んでいただきたいと思います。こんな感じに爽やかに出来上がりました。こちらの糸、概要欄からフーズさんのお店に入れますので、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。